こんにちは、加藤です。今日のデッサンはこちら。黄色い色をしたコーヒードリップポット。これを描きながら解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。今日用意した道具はユニの 6B から 2H まで。最初に持っているのは 4B。それから練りゴム。紙は M 画用紙のサイズは B3 の半分なので B4 くらい。注ぎ口が右側向いているので、だいたい真ん中あたりに持ってきて、こっち側に注ぎ口が来て、背中側に取っ手が来る感じでいってみましょう。はい、だいたいこんな感じのポットかなと思うんですけど、どうでしょう。左下に影が来ることを考えると、もうちょっと右に寄せてもいいのかな。もうちょっとだけ右にちょっと1センチ半くらい、1.5 センチくらい右にちょっとずらして、上下はこのつまみみたいなのが来て、注ぎ口がこの辺、ギリギリここまで入って、取っ手も入って、だいたい余白が左右同じくらい、それに影がつくような、こんな感じでいってみましょうか。こんな感じでいってみましょうかね。はい、大まかな印象をこうやって捉えてみたんですけど、ここから少しプロポーション、比率を見ていこうと思います。人によって様々ですけど、私はパッと見のこの多角形、尖ったところを結んだらどんな形に見えるのかな。多角形で比較しようと思います。で、今これ五角形みたいな感じで引いたんですけど、ちょっとやっぱ横幅が広いかな。高さに対して横幅がちょっと伸びちゃった感じするので、少し左右を削り取りながら見ていきます。この当たりをつける段階ではあんまり決めつけないというか、線をいっぱい引きながら、落書きみたいな感じで線をたくさん引きながら、要素を情報を増やしていくんですよね。もう飽和するくらいに、こんななってるな、あんななってるなっていうのを見つけた情報をどんどん載せていくような、そんな作業を心がけています。やっぱりまだね、横幅が広いんですよね。ここがなるべくここにね、隙間、余白を開けたいんだけれども、左下に影があるから左下も開けたい、ここの前も開けたい、このせめぎ合いなんですよね。どっちをどの程度余白を取るか。左下のこの影を描く分のここの余白と、取っ手の、顔で言ったらこっち正面ですからね。ポットの正面側に、顔の前側にどれだけ余白を取るかっていうことと、その2つを兼ね合わせて、どの程度加減を見て決めていきます。こんな感じかな。こんな感じかな。はい、だいたいポットの中心を決めました。ここからここまで、ここからここまでで、左右の中心を見ると、この辺りがポットの中心になるかな。に対して左右が対称になるように、蓋の部分、ちょっと帽子のつばみたいな部分、黒い縁取りの部分、ちょっとくぼんでる部分、こんな感じでしょうか。はい、切ってるかな。はい、
だいたいこんな感じでいこうと思います。そしたら、黄色いポットって白い紙に比べたら結構ね、これ黄色というか、キャメル、黄土色みたいな色をしているんですけど、白黒で見たら結構色がついているというか、真っ白に比べると結構暗い。なので今 4B 持ってましたけど 3B に持ち替えてちょっと全体に調子をつけていきます。固有色を入れていく感じです。黄色いポットがいくら明るく見えてもこのくらいのトーンかな。真っ白の紙に比べてこのくらい、一番明るいところでも暗いかなという調子トーンを乗せていきます。この時気をつけているのは、手首で小手先で描くんじゃなくて、手首、肘を固定して肩から手を動かして大きなストロークで直線を上から下まで長い線が平行に引けるように、ちょっとこうマシンのように手を動かしていくというか、肩を支点に調子をつける、手を動かしていく感じになります。はい、ここまで調子がついたら、いつものガーゼを指に巻きつけてちょっと押さえます。今回はいつもね、影の中のみ押さえる、暗く指で押さえるって言ってますけど、今回はベースになるこの黄土色キャメルのポットって明るいところも調子がついているので、ちょっと全体的に撫でています。光が当たってる側も軽く撫でています。ただ指の圧力を変えています。影側、それから床はちょっと強めに、力強めに入れてこすっていますけど、光が当たっている側は弱めに、柔らかめに押さえています。はい、また 3B に持ち直しました。はい、これで大体の中心に対して左右がこの辺、大体の位置は良さそうですかね。あと縦横の比率、プロポーション見てみましょう。高さに対して横幅どうでしょう。このくらいでいいかな。ちょっと広いかな。もうちょっとだけ狭くしましょう。左右2ミリくらいちょっと削って少しだけ幅を狭くしてみました。そしてポットのこの蓋の部分も当初書き始めた時よりももうちょっとだけ狭くしましょう。このくらい狭くしてちょっとだけ狭くしてもうちょっと狭くしましょう。こんな感じかな。ポットの蓋に対するボディの比率を見ると、もうちょっとこの縁、黒い縁が下に来ても良さそうですね。この辺もうちょっと下に来ても良さそう。この辺、そして接地面、床に接する面がこの辺、どうかな。まだ幅が広いかな。こんなもんでしょう、ね、縦横の比率、プロポーション大体こんな感じで、はい、でもう一回ここの注ぎ口見てみます。こう来てこう来て、始まりがこの辺、この辺でまっすぐ降りて、ここが膨らんでいるところ、そして注ぎ口がこんな感じ。注ぎ口左側は結構暗いので、思い切って暗さ調子をつけていきます。やっぱりね 3B だと色が足りないですね。 4B に持ち替えました。やっぱり 4B の方が少し柔らかいので、少ない力で簡単に調子がついてくれますね。
左側面、それから下側の暗さ書き入れていきます。あとポット本体に映り込む影、これも一緒に入れていきます。ここは注ぎ口がポット本体に映っている影になります。こんなかな。そしてボディ本体はこの辺りから左側が影の世界、この辺りから左側が影の世界、こんな感じかな。ポット蓋の部分はこの左サイドがちょっと暗く見えています。そしてこのつまみのここら辺も結構暗く見えている。4B の腹を使って大雑把に調子をつけているので、最初にある程度形を取ったにもかかわらず調子をつけることで少しその表面が荒れてぼやけてしまいましたね。ぼやけてしまいましたけど、あまり気にせずにそのまま書き進めていきます。多分これはね、ここに自分が映り込んでるんですね、この辺りは。はい、大きく調子をつけてきました。そして次に注ぎ口、取っ手ですね。取っ手がちょっと遠く離れすぎちゃった。もうちょっと取っ手近いですね。この辺かな。でここから始まってこんな感じ。どうでしょう。左右のバランスを見ると、ポットの中心がここ、注ぎ口の端がこの辺、取っ手がこの辺、こんなもんかな。そして床の影、もうちょっとしっかり入れましょう。はい、ここまで大きく調子をつけたらまたガーゼで押さえます。さっきも言ったように影の中は結構強めに押し付けていますけど、光が当たってる日向側はさっと押さえる程度です。はい、だいぶ、中間から暗い色について、画面に乗ってきたんじゃないでしょうか。ここからね、練りゴムを使って形をもう一回見直していきます。その前にもうちょっと暗いとこだけ少し押さえておきましょうか。はい、この辺にして、練りゴムで形を捉えていきます。まずは本体、何度も言ってますけど、最初に鉛筆でもうちょっと形見直しましょう。まず接地面、今 4B のまま接地面見直しました。ここ、そしてここは影、暗く見えているところ。そしてここからもうちょっと暗く見えている。ここはくびれがちょっとある。ここは左サイドが他に比べてより暗い。こんな感じでしょうか。よし、だいぶ調子ついたんで、練りゴムで形を見直していきます。はい、まずはこの床と接しているポットの終わるところですね。はい、ここは形の終わるところがここまで。ポットの底は鉛筆
つ 2B に持ち替えました。底というかこの注ぎ口の底部分、下の端の部分は柔らかい調子でこんな風に暗く見えている。丸く丸く柔らかい調子でこんな風に見えている。形はこんな形でしょうかね。はい、そうやって見ていくと、ここからが、今 2B のままです。ここからが注ぎ口の立ち上がるところ、上に立ち上がって、この辺が暗く見えていて、はい、シルエットこんな感じですかね。いらないところを練りゴムで消しながら形を整えていきます。練りゴムで形を捉えていく感じです。鉛筆はちょっとはみ出るくらいに、画面からはみ出るくらいにこんな風にですね、調子をつけておいて、練りゴムで形を削り取りながら外側からシルエット、形を区切っています。この光が当たってる右側はそんな風に、特にこの上側ですね、そんな風に形を捉えています。このカーブはね、結構難しいですね。微妙なカーブをしています。でもまあこんな感じですかね。はい、こんな感じで注ぎ口の部分はちょっと適当にこう放置しておいて、大まかなシルエットだけ決めていきます。そして本体はもうちょっと痩せている、こんな感じですか。この辺まで形の終わりは練りゴムで削り取るように、シルエットを削り取るように描いています。はい、少しシェイプアップしました。左側どうでしょう。この辺ね、こんな感じ。この辺まで、この辺まで、ネガを描いてポジを残す感じです。つまり余白の形を決めることでポット本体の形が残る、決まる、そういう風に捉えています。外側から形を作っています。いらないところを取りながら、そんなわけで、なるべくね、こう最初に調子を乗っけるときにははみ出すくらいに、本体よりもちょっと外側まで鉛筆の調子がはみ出るくらいに調子を乗っけていった方が、この作業がやりやすいんですよね。はい、なんとなく全体のシルエット見えてきたんではないでしょうかね。こんな感じで左サイドはここまで、そしてポット本体の蓋と本体がなんかちょっとずれたような感じがするんですよね。何がずれてるんだ。多分ね、印象なんですよね。パッと見の印象が左下にこう影ができているので、シルエットがこうつながって見えてくる。そのせいでこの左側のカーブと右側のカーブがちょっとね、印象が違って見た時のね、印象が違って感じられるんじゃないかなという気が少ししています。大体左右対称になってるはずなんですけどね。はい、何度も言いますけれども、この接地面に落ちる影はしっかり強くはっきりとこの部分丁寧に乗せていきます。はい、下だいぶ落ち着きました。で、本体の、
丸みをもうちょっとしっかり出したいんですけど、最初に乗っけた調子だけではまだ暗さが足りなそうなので、2B で今調子を加えていっています。その際に、取り留めのないというかね、滑らかなこういう曲面なんですけど、よーく見ると何かしら変化があるんですね。私今こうやって見ると、この辺にこういう丸い形が映ってるような、そんな感じに見えているので、その映り込んでいる形を描いています。少し暗く見えたり少し明るく見えたりする、その調子をその見た時の印象に合わせて載せています。はい、ここで鉛筆を 5B に持ち替えました。取っ手の形がねちょっとなかなか決まってないのと、蓋がちょっとずれた感じがしているので、まず蓋から見ていきます。蓋のまずシルエットが、ここが上、つまみの部分と取っ手というか取る時の、蓋を取る時のつまみの部分で、ここに側面くぼみがあって、本体のこのドーム型の頭の部分につながる。でここにも何かしら変な形が映り込んでるんですよね。映り込んでいる不思議な形を正直に捉えていきます。もう落書きみたいな感じでぐりぐり変えていきます。そしてガーゼで一旦押さえて余計なところを消していきます。右のカーブと左のカーブ、だいぶね印象が違うんですよね。ここもちょっと見ていきましょう。見えないけれども、ここにその帽子のつばみたいな、ハットのこの、帽子に例えた時のハットのつばみたいなのがここにあって、そしてここからが帽子本体につながる感じ。そして左サイドはちょっとくびれが足りなかったですね。ここね、くびれをちゃんと書いて入れてあげる。こんな感じ。ここはね反射光、逆光が裏側から入ってくるんですね。で反射光の手前は結構強い暗い色が、この辺強い暗い色が筋のように見えてくる。暗い色といっても影の中の世界なので、殺筆でちょっとしっかりと押さえちゃいます。この辺ね、殺筆で押さえちゃいます。はい、全体ぼやっとしてきたので、もう少しシャープに捉えていきます。まずはここは少し明るくなって、ちょっと明るくなって、ここは帽子の縁の上の部分、だいぶ感じが出てきたんじゃないでしょうか。ここが明るいところ。はい、この辺で、左右のこのカーブをもう一回ちゃんと見直します。ここも少し膨らませてキュッと下に落ちる。削り取ります。はみ出たところを削り取ります。でここはちょっと極端に暗い色がつきすぎちゃいましたね。光の当たってる明るいところは今 2H に持ち替えました。これ以上暗くしたくない
黄色い黄土色の紙よりも暗いけれども光が当たってる面なので、あまりこれ以上暗くしたくないところは今 2A1 で調子を乗せています。これ今 2A1 です。先を使って必要な分の暗さを乗せていってます。この描く際に横着して鉛筆を持ち替えないとどうしてもこう無理がたたるというか、そこの場所に合っていない鉛筆を使うと無駄な調子がついちゃうんですよね。特に明るいはずの、光が当たっている、もしくは固有色が明度の高い明るいものを描く際に柔らかい鉛筆を使いすぎると、もしくは筆圧の強い人が筆圧が強いまんまその部分を調子を乗っけていくと、どうしてもこう暗くなりすぎて汚れっぽく、無駄に汚れっぽくなることがあります。そういったいつもちょっと暗めになる、デッサンが暗めになるとか汚れっぽくなるっていう人は、手に持っている鉛筆がその必要十分な硬さよりもより柔らかい鉛筆を多分使ってるんですよね。だから今自分が適切な鉛筆を手に持っているかどうかは非常にこう気をつけた方がいいと思います。逆にその一番適切な鉛筆を常に持ってさえいれば、デッサンがそんなにこう失敗することってだんだんなくなってくるんですよね。うまくいきやすくなります。同じことをデッサンでね、同じことをやってるんだけど結果がうまくいかないっていう人は、その手にしている鉛筆の硬さが合ってない場合が多いと思います。はい、ここの部分、光が当たってる側、硬い鉛筆 2H で書き加えました。そしてこの辺でちょっとね、締めたいですね、決めたい。強い暗い色を入れて絵を引き締めていきます。特にこの縁の部分、ここですね、この縁があってその下の本体のポット本体の黒い縁の部分がまだね、形が定まっていないせいで絵がぼんやりしているので、ここを決めましょう。はい、ここですね。もう先端を使います。鉛筆の先端を使って強めに形を決めていきます。後でね、ここハイライト抜きたいんですけど、この部分、右サイドのこの部分がね、立体的にこの左側奥へ向かって、見えなくなっていくところを立体的に捉えていきます。斜め上のこの帽子の曲面があって、その後ろ側に向かってこの縁の部分が回り込んでいくんですね。ここね、回り込んでいく感じ。帽子のつばみたいなところが、これが斜め上の面です。斜め上の面が回り込んでいく感じ。ここ結構見逃さないように、捉えていってほしい、大事なポイントになります。こんな感じでしょうか。とってもね、ずっと放置したままでしたけど、この辺で少し整理して形もそろそろ決めていきたいですね。取っ手決めていきます。今 6B に持ち替えました。取っ手はまず上の面があって、シルエットでいうとこんな感じに、ここにぶつかっている感じ。そして黄色い、色が塗り分けてあるので、こ
こが黄色いところ、少し練りゴムで削り取ります。ここまでが取っ手で、ここが黄色いところ、色が変わります。ここで変わります。黄色いところって言っても影の中の世界なので、ここね、明るいままにしとかないで調子を落としていきます。はい、こんな感じかな。そしてここがね、側面、上の面、側面、そして裏側に、内側の面に移り変わる。ちょっと強めに入れていきます。6B の先端を使って結構筆圧強めに乗せています。そして内側、ここが内側、なんか筋みたいに見えています。内側がこんな感じで、ここで見えなくなる。そして外側シルエット、今 6B から 4B に持ち替えます。6B ほど黒くはないけれども、輪郭をエッジをシャープに決めたいので、ここは 4B の先端を使って形を変えていきます。なんかちょっと太いんですよね。外側から形を削り取っていきます。で最後ここまでが黒い色で、ここから先は先はちょっとね、黄色い色に戻る。はい、床の影ちょっと描いておきましょう。さあこんなところで形を外側からネガを区切ってポジを残します。はい、とっても大体こんな感じでいいかな。はい、最後に、注ぎ口の部分を決めていこうと思います。結構ね、一番近い、自分に近いところなので意外に暗く見えるんですね。ここね、はさっぴつ使いましょう。左サイド。今 5B 使ってましたけど 3B に持ち替えます。ちょっと色がね、濃すぎた、強すぎた。 3B くらいに持ち替えます。これがこの注ぎ口の影がポット本体に映っているところです。
これは多分自分が写ってるんですね、この辺。はい、センターを整えていきます。今 3B で口の部分描いていきましょう。ふっと盛り上がっていて、背中というんですかね、首の後ろ側が結構丸くて、ここが一番暗いかな。ここがなんとなく暗く見える。多分これが映ってるんでしょうね。注ぎ口を描くと言っておきながらまた本体をいじってたりしますけど、ここはこう気になったところを、続けて一箇所にあまり固執しないで続けて手を動かしていくと結果的にそういう風になっちゃうんですよね。で今 3B 使ってましたけどちょっと柔らかすぎるので 2B に持ち替えました。はい、でここが注ぎ口の口の形、ここからが内側、そして外側に口が開いている。でここが下、顎の下、こんな感じですかね。この中は擦筆で潰します。本体の黄色がなかなか決まらないですね。ここは少し押さえておいて、B でいきましょう。口の内側の色がこのくらい、背中側がこのくらいで、首の下がこれ HB がいいですね。ここは HB でいきましょう。はい、ここはね、自分の方に飛び出てきている、ぐっとこう自分側に張り出してきているとこなので、なるべく鉛筆を立てて使いたいんですよね。エッジを立てて使いたい。よく見るとなんか放浪が少し剥げて見えてたりする。ここは放浪が剥げて金具の字が少し見えていて、放浪特有のなんかちょっとリアリティが感じられるところなので、今これ 5B の先端を使って金属の字が見えているところを描きました。その隣、内側の影は今 4B の先端を使ってグラデーションをぼかしていきます。そうするとね、ここにちょっと隙間ができるんですね。プチッと。そして本体は HB、 顎の下は HB。黒くなりすぎないグレーで描いていきます。H でもいいかな。ちょっと HB だと柔らかすぎたかもしれないです。でもこのくらいのトーンですね。このくらいのトーンで H の方が合ってますね。 H で放浪特有の滑らかなんだけど、ガラス質なんで滑らかなんですけど、つるっとした質感で、あまりこの M 画用紙の紙の目の凸凹を拾いすぎないというか使いすぎないように H で捉えていきます。はい、こんな感じでしょうか。H で描くと
こういう調子になります。あまり紙の目を拾わないんですよね。グレーというか鉛色みたいな色が出ます。暗くしたいからといってあんまり柔らかい鉛筆使いすぎるとモサモサしちゃったりするので、やっぱ必要十分なそこに合った鉛筆の硬さ濃さを選ぶようにするのが多分一番大事だと思います。合ってないとその作業が無駄になるというか、今これは H の先端を使ってカリカリとディティールを描写しています。これで少し硬質な硬い感じを出したいとこですね。ここは溶接することによってできたちょっと隙間みたいなところを少し間を空けて描いています。どうでしょう。こうやって先を使ってガリガリ描いていくとちょっと硬い感じ出てきたんじゃないでしょうか。ここ滑らかなグラデーションにしたいところですけど、はい、こんな感じでどうでしょう。注ぎ口ちょっとね先を使ってエッジを立ててグリグリと描きました。あと右奥へ向かうこの辺がちょっとなかなか決まってないですね。ここもちょっと丁寧に描きたいですね。そのまま H で描いています。はい、ここは上の面帽子の縁の部分、上向きの面で、ここは側面、横向きの面、暗くなりすぎたら練りゴムで押さえます。少し取っていく感じです。そしてまた描きます。何度も描いたり消したりしながらその部分になってくれるまで描いていきます。さあどうでしょう。こんな感じでやっぱり注ぎ口ちょっとちっちゃいな。形直します。5B でこの辺か、この辺までもうちょっと前に出します。はい、いつも言ってますけど上書きしていきます。先に書いちゃいます。形を加えてプラスの作業を先にここまで右側出しました。それに合わせて、他を直していきます。もう一回 H に持ち替えて上の面、はい、これでちょっとねシルエットが変わりました。もうちょっと首が長くなったかな。そして注ぎ口が今ちょっとでかくなりすぎたので形を見直します。5B の先端を使ってここまで削り取ります。でここは滑らかに H でつなぎます。ここはねちょっと細かすぎるんですけど練りゴムの先端を使ってつきすぎた
最初に描いて間違った濃い線を取っていきます。そして HB でその周りをフォローします。フォローっていうのは似たような向きの似たような線を引くと結構目立たなくなるんですよね。こんな風に。どうでしょう。そんなに目立たなくなりましたよね。この元の形がね。とこ B に持ち替えてもう一回形整えます。強い線を引いて注ぎ口で、内側は暗いけど鈍いところはさっぴ使います。暗くなりすぎたところは練りゴムで押さえてフォローします。これでもうだいたい前描いた形がほとんど目立たなくなったんじゃないかな。はい、最後ね、この首の下側整えます。滑らかに H でここまであって、ここが首の下、滑らかにつながる。そして首がちょっと太い感じに見えるんだな。やっぱりもうちょっと削ろう。このくらいですね。少し削りました。首を細くしました。はい、こんな感じで背中側があんまり決まってないですね。ここね、背中側がもうちょっとはっきり暗い。はい、こんな感じでちょっとね飛び出てる感じ意識的に出したいところですね。さて最後はこの取っ手の上側、ここも H で形しっかり決めていきます。上の面ハイライト、側面、ここは側面、ここは側面、回り込む側面があって、手前下がちょっと暗くて、蓋の上側、H から、HB に持ち替えます。
ちょっと黒が強すぎたので、練りゴムで少し落として、暗くなりすぎないように落として、この辺で決めたいですね。この辺で決めたい。落としすぎたところまた書きます。 H がいいな。 H で書きます。結構時間かかったな。床の影をちょっと整えて、接地面をちょっと整えましょうね。ここね。形が悪いな。ここはどうでしょう。ポットの方が暗くて床の方が明るい。でここになると今度は床に落ちる影の方が暗い。でポットのこのね回り込む底の部分っていうのは内側にね丸く回り込んでるんですよね。なので一番暗いのは接地面なんですけど、その上に少しこうやってね回り込んでいるせいでちょっと影ができている。こういう感じ、回り込んでいる。こんなもんでしょう。はい、完成です。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエでは、このようなデッサンレクチャー動画、ペンによるスケッチ動画などを配信していきます。この動画が良かった、役に立ったという方は、いいねボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。